悪いんだよ。ちょっと今日はですね、セッティング、ハロー皆さんこんにちは、スパイキーです。そう、サンダーキャットが調子悪いから、今日はちょっとね、キャブ調子を見るのと整備を軽くやっていこうかなというところですね。原因がいまいちわかんないんだよな。さてと、まずヒューズがね切れてるんですよね。キーオンにしてもほら光んないんだよ、テールが。でライトもつかないね今。だけどブレーキペダル踏むと光るっていう、こういう状況です。でこれ何が原因かっていうと、ヒューズが切れてんだよね。ライトとテールのヒューズがここに入ってんだけども、ヒューズが1個飛んでるというので、まずはこれをね交換していきます。ここで、この三角形のとこ、これねネジで止まってるように見えるんだけど、引っ張るとねボコってそのまま取れる形になってます。よいしょよいしょ。ほらこういうなんか差し込み式になってるからネジ外す必要がないので、このまま取れちゃう。でヒューズのボックスがこれだね。これちょっと見づらいと思うんだけども、これがこっち側、ここからこう刺さってる形だね。この箱の中にこの刺さってるものを引っ張り出すというとこっすね。まずはここにねフックがあるんで、これを上に上げながら引っ張るとこの箱みたいなやつが取れてきましたね。はいと、はい、これがヒューズですね。で明らかこれだけ新品になってるの分かると思うんだけど、こいつがね最近頻発して切れてます。でこれがさっきのライトのヒューズになってて、引っ張ると取れる。でこれ見えるかな、真ん中ここのところがもうつながってないんですよ。新品はねここがねつながってるんです。これ新品のやつ出て開けんのこれで、真ん中のとこ、ここのとこがつながってるの分かるでしょ。これほら、でこれに変えますと、これ向きとかないからぶっ刺すだけだね。ここにぶっ刺して元に戻しますよと。はい、はい、これで、ヒューズ交換終わり。じゃあねもう一回キーオンにして見ると、はい、微灯もついてるね。でヘッドライトもこれでつくようになると。これでとりあえずヒューズの交換は、完了いたしました。はい、バッチリです。たださっきの走っててパンパン言ってるのはまた全然別の問題なので、それを調整をやっていきます。それはキャブレターの方ですね。キャブなんでここですね、 HSR ついてます。でこの見えるかな、この中の金色っぽいやつ、これがミクスチャースクリューなので、それをくるくる回して調整すると。やってみましょうか。ここですね。こいつが全部閉めた状態から2回転戻しが初期出荷状態だそうなんで、今締め切ったところから2回転戻した状態で、これを左に回すと開いていく。今半回転、1回転、でアイドリングがね上がっていくとこを探すんだけど、
曲がんなくね閉めてってみますね。あ、今音変わったね。これやりすぎだね。じゃあ戻すよと。ああ、この辺が良さそうな気がするけど、これで元の位置だよね。から4分の1。2分の1、この辺で一回乗ってみましょうか。ああ、でもパンパン言うね。パンパン言うわ、やっぱ。もう一回調整してみようか。ああ、ちょっと収まったね。ああ、出る。でも出る。もうちょっとパンパン言うから、もう少しだけ締めようか。8分の1だけだね。全然パンパン言わない。いいかも。そうだね、良くなった。パンパン言ってたのはね、燃焼が薄いから、さっきのスクリューを締めると空気の量が減って燃焼が濃くなる。濃くなってパンパンいうのが収まったっていう、そんな感じですね。よし、とりあえずこれで2番目の不具合は OK でございます。はい。あ、でも待って、ほらヒューズまた飛んでるやん。これヒューズと切れてるね。またこれなんだよなヒューズが切れまくる問題があるんですよ。どうしたサンダーキャット。サンダーなのに君はサンダー方面がやばいなマジで。これまたねヒューズ飛んでると思うんだよね。ちょっともう一回開けていきましょう。はい、ヒューズ引っ張り出しました。さっきのやつ抜いていく。はい真ん中やっぱ切れてるね。あー困ったな。なんだこれ。とりあえず変えよう。はい、ヒューズ変えました。でキーオン、はい、ついてるね。ビトついてる。ライトもつくね。そう、これがね今のサンダーキャットが抱えている問題で、今のちょっとだけほんのね何往復かしただけでヒューズが切れちゃうんだよね。わかんねえなこれ以上。いやーほんと原因がわかんない。なんだろう、サンダーキャット元気ないんだよなどうした。いやー困ったなサンダーキャット。ちょっと待って、今スタンド払ってバイク立てた瞬間に消えたんだけど今一瞬だよね。変えて1分も経たないうちに消えたってことほら消えてるわマジか。はい、残りヒューズラス3でございますこれが切れたら残機は2っていうか、もうすでにですね
残機6機を消費してますんでここに来るまでに。だからもう9匹死んでんだよね。もうヒューズ変える速度がどんどん上がっていくわいらない経験値が、いらん経験値だけ上がっていくわマジで。あれ待って、今もう切れたね。もう今リークしてんのかこれ。切れてる刺した瞬間切れたじゃん。刺してオンにした瞬間。なんだちょっと待って、一回考えよう一回考えよう。完全に暗くなる前に帰ろう今のまんまでヒューズ変えてもまたすぐ切れちゃうから、また昼間検証だなこれ。ハロー皆さんこんにちは、スパイキーです。はい、こちらのフルカスファンビューエルなんとフォーセール99年式 X1 ライトニング、リアフェンダーレス化しシートした溶接で小模様になってます。中に ETC もついている。フロントブレーキはブレンボマスターに純正キャリパーをアルミピストンとチタンボルトで強化。リアキャリパーはブレンボのカニ、マフラーはアクラボビッチのチタン、サンダンスのリークレスマニホールドとハイスロでご機嫌な仕上がりになってます。他の詳細と問い合わせは概要欄を要チェック。パワーが全然違うね。やべえ、気持ちいい。おお、最高。たら調子でわかるかもしれない。なるほど、これね、これね、すごいプロの仕事いやいや、全然大したことやってないけど、すごい。いやー、これはすごい。帰ってきたー、サンダーギャット帰ってきましたやったぜ。もうこれでバッチリだね。ちょっと帰ってもう一回セッティング見直そうサンダーキャット帰ってきたんで、またセッティングねやっていきましょうか。アフターファイアで薄いから濃い方向に回してたんだけど、疑似エアでエアがより多く入ってたから、それでなんとなく中和されてたけど、それがエアが余分に入ってくるところがなくなったから濃くなってると思うんだよね、逆に。この辺かな、この辺っぽいね。一回ちょっとこの辺で走ってみましょうか。やばい。なんだ。あー、治った。はい、無事になんとか始動できたけど、なんかケーブルだけなんか引っかかったみたいな形だったね。ケーブル外して動かしたら動きが元に戻って、今は普通になってるから
ちょっと怖いな。そーっと帰りましょう、そーっと。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。ビューエルの詳細については概要欄のチェックもお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。